皆さんこんにちは、田中勝です。前回はですね、私たちが常に予測しながら運動をすることによっていろいろな協調的な動きをすることができているというお話をしました。例えば、こういったペットボトルをただ持ち上げる、この瞬間にも常にどれくらいの強さでこのペットボトルを掴む必要があるか、どれくらいの掴む力だったら滑り落ちないかっていうのを、これまでの経験から予測しながら、無意識のうちに変えている、掴む力を調整しながら、持っている、そういった機能がある。あるいは、こういったお盆にですね、ペットボトルだったり、グラスだったりお皿を乗せるような状況でも、こういうお盆から何かこのものを取っておく、このものをお盆から取ってっていうこのタイミングも自分自身でどのタイミングでこの物体をお盆から上げるかっていうタイミングが分かってるからこそバランスを取ることができる。でもし第三者がいきなり取ってしまって予測できない状態だとバランスを崩してしまう。そういったことからこういったウェイターさんのような状況でも常に予測しながら私たちは運動を調整している。そういった話を前回しました。で、今回もそれに関連して私たちが運動する時に常に予測している、その予測の重要性についてお話ししていきたいと思います。で、今回は運動だけじゃなくてもう少し感覚的な話をしていきたいと思います。すごく身近な例なんですけど、私たちは自分の体をくすぐれないんですね。例えば他人に触られたらすごくくすぐったいところ、脇腹とかいろいろ人によってあるかもしれないですけど、普通に同じように他人に触られたらすごくくすぐったいような触り方を自分の体に対してしても、別にくすぐったくない。でも同じような触れ方を他人にされたらものすごくくすぐったい。そういった経験っていうのは誰しもあるんじゃないかなと思います。で、実はこれはすごく重要な機能なんですね。自分で自分をくすぐろうとしている時と他人にくすぐられる時の違いというのは、この動画の冒頭でも話した現象に共通するものがあって、それは自分の運動の場合はどんな感覚の入力、刺激ですねが入ってくるかっていうのを予測できるんですね。でもそれに対して他人に触れられる時っていうのはわからないですよね。どんな風な刺激が皮膚に入ってくるのかっていうのがわからない。で、実はこの予測できるかできないかっていうのがすごく重要なんですね。で、私たちが運動する時というのは、実際にその運動の結果何か感覚の刺激が入ってくる前に運動する時点でこういった感覚が入ってくるよっていうのが脳の中で伝達されてるんですね。なので、脳から体の方に運動する命令あるいは運動の指令が、信号としていくのと同時に、その感覚、その運動の結果入ってくる感覚に対しても、こういった感覚がこの後来ますよっていうお知らせがいく、そういった感覚の予測があるんですね。専門用語だと遠心性コピーといって、遠心っていうのは遠心力の遠心で、中心から離れるようなコピーですね。運動の指令のコピーがいくんですね。で、実際に感覚が、何かに触れたとか音が聞いたとか、そういった時に実際に感覚の入力が入ってくるわけですけど、その時に事前にお知らせが言っている、こういう入力が入ってきますよっていうのと同じだった場合っていうのは、別にあまり重要じゃないんですよね。本当に私たちが知りたいのは、その外界の変化、自分の変化だけではなくて、本当に環境がどういうふうに変化しているか、あるいは自分の周りの人だったりとか物がどんなふうな変化をしているかっていうのに、重要性がある。なので自分の運動の結果生じた感覚っていうのは、ノイズキャンセリングのような形で、引き算するんですね。で、その自分の運動の結果生じた感覚を引いた上で残ったものっていうのはまさに外の変化なわけですね。自分以外の動物、存在
だったりとか、環境の変化によって、入力されたものですよね。で、この、メカニズムからくすぐることに関しても考えてみると、自分で自分をくすぐる時っていうのはもうすでに予測できている。なので皮膚には実際は刺激入ってるんですけど、脳の中で自分が、の運動の結果予測されていた皮膚の刺激っていうのは、キャンセルされる。でその結果別に何も感じない。でも全く同じ刺激だったとしても自分以外の他人からくすぐられた場合っていうのは、一切予測できないので、そのまんまその感覚を私たちは感じるんですね。なので自分はくすぐれないけども、他人にくすぐられたらくすぐったいわけですね。でこれを有名なある研究者、ブレイクモアという研究者が実験で検証したんですね。で、どんな実験かというと、自分の右手とかでレバーを動かして、そのと同期して、例えば筆がこう手のひらをなぞる、くすぐったいような刺激が入るっていう装置を作った状況で、時間のずれがなくこの自分がレバーを動かすのと同時にそういったくすぐる刺激が入る、完全にシンクロしている時っていうのはやはり自分で自分をくすぐってるのと同じでくすぐったくない。でもこのレバーを動かしたのとこの例えば筆のようなものが動く間にタイムラグを入れていく、0.1 秒 0.2 秒 0.3 秒とだんだん長くしていくほど、実はこのタイムラグが長くなるほどくすぐったい感覚が生じるっていうのが明らかになったんですね。つまりその予測したタイミングからずれればずれるほどくすぐったさを感じる、つまり予測で、キャンセルできなかった分、できないほどくすぐったく感じるっていうのが、その実験から明らかになったんですね。で、この時間的なものだけではなくて、角度、方向性っていうのも同じように、くすぐったさを感じさせるもので、こう前後にレバーを動かしているのに、こう手をくすぐる、筆みたいなものが前後ではなくてだんだんこう角度が変わっていく。なのでこの片方の手で動かしている動きと、違う角度で、そういった刺激が入るほどやはりその角度がずれるほどくすぐったさを感じるっていうことも明らかになったんですね。これらから時間的あるいは空間的に予測からずれればずれるほどやっぱりくすぐったい、そういった一連の実験から私たちは運動してその結果自分の運動によって生じる感覚っていうのはキャンセルしている。でもそこからずれた分、専門的な言葉だと予測誤差、予測した分からの誤差ですね。その予測誤差が大きければ大きいほど感覚が生じるっていうのが明らかになってきたんですね。で実はこの予測誤差っていうのがこれまでの小脳の話でも出てきたフィードバック制御であったり、あるいは車を運転できるようになるっていった運動学習だったり、いろんなところに役に立っているんですね。この予測誤差についてはこれから何回かにわたってお話ししていきたいと思います。